現場から研究所に。そうなんです。はい、研究所で9年間ぐらい、は仕事したわけなんです。はい、まあそこでも随分いろんなことを経験させてもらったんですけど、私自身が非常に良かったなと思うのは、一つはやっぱり引き続きウイスキーのっていうか、貯蔵熟成とか、樽作りとかね、そういうことを一つのテーマとして仕事をさせてもらったと。それは後々ブレンダーとかいうところには非常にこうためになったというか、良かったなと思ってるんです。それ以外にもいろんな何ですか、いわゆる廃棄物の処理とかですね、ワインの発酵とかいうような仕事もさせてもらったんで、その先自分がどうなるかなんて全くね意識しないで、ともかく与えられたテーマを、一生懸命やるぐらいのね、そんな話です。その研究所に9年おられて、そこではいわゆるサントリーの、作られているものとか、これから何かやろうというプロジェクトの中でいろんなものを研究されたということなんですか？そうですね。ただ私がたまたま配属された研究室っていうのが、例えばビールの研究室とか、ワインの研究室とか、ウイスキーのとか、それとはまた別で、ちょっとそういうお酒造りの周辺分野で何をやってもいいみたいな研究室だと思うんですけど、いわゆるね、その酒造りの本質的な部分とはちょっと違うところのテーマをずっとやってた。そのテーマを与えられる、それとも小清水さんが、いや僕はこういうテーマで研究したいというふうに提案して研究をそれなら OK ってやられるんですか？もちろんね、テーマは最初は上から与えられるわけですよね。ただやっていくうちにいろいろ自分の興味がいろんなところに湧いてきて、で当時は研究所にしてもなんていうんですか、今はなかなか厳しく人物お金、ビシッとコントロールされますけど、自由になんか、自分の興味を持ったことをやるなんてことは今はできないでしょう、当時はね、比較的ね、ある意味ではそんなにたくさんの時間じゃないですけど、ここ面白そうだなみたいなことを自分でちょっとやってみる余裕はあったですね。でそれが面白そうだなっていうか、面白いネタだとなったらば、後々に一つの、研究テーマとして、公認された活動になるわけですけど、多分いくつかあったと思うんですけど、その中で小清水さんが一番自分でこれ面白そうだなと思って大きい研究テーマになったっていうのはどういうところなんですか？最後まで生きてるとしたらやっぱり樽なんですよ。熟成樽。樽ってウイスキー作り全体が非常に職人的なっていうか、ものづくりなんですけど、その中でも樽作りっていうのはめちゃくちゃ職人的な世界っていうかですね、私自身はウイスキーは生き物だっていう感覚はあるんですけど、樽も生き物って、樽はむしろ生物って全くこれは不思議なっていうか、5年とか10年とか置いといて、蒸留したての原酒が全く違うものに変化していくわけですから、しかも一樽一樽がみんな違う個性を持っててというか、もう不思議なことばかりと、そんな思いでした。今お伺いする、それは後の本当にウイスキー作りに対してすごい影響力というか、ものすごい財産になってますよね。そう思います。ウイスキー作りってなんですかね、原料があって、それを発酵させて蒸留して生まれたての無色透明の、ウイスキーの赤ちゃんみたいなのができるわけですけど、そこまでの工程と、今度はそれを樽に入れて寝かして、熟成したものを製品に仕上げると、その後の工程と全然はっきりしたことで線引かれちゃう。だから前の工程で発酵とか、蒸留とか、というようなところは、もし思いっきり圧縮、工程を圧縮したとしたら、1週間、もうちょっとぐらいですかね、できちゃうんだけど、そこから先に5年10年とか30年とかいう時間で
ものが出来上がっていると。でいわゆる蒸留したての原酒を作る、そういうところのこう作り手の人たちってその後こう樽に寝かされてそれがどう変化して、それが何の製品に変わっていくみたいなところはね全くわからないというか、ブラックボックスになってるんです。だからブレンダーなんかにしてみたらそこがまさに自分たちの仕事の場であるしっていうか、で私がこう一番感謝したのは研究所でこの樽を作るとか、どういう作り方をするとどういう樽ができるっていうか、それをどんな環境に置いておくとどういうふうに変化するんだみたいなことをテーマとしてやれたということは、ね、まあブレンダーとしても非常にこう、そういうのがある意味では科学的になって、データを伴ってそういうものをこう、自分のこうなんですか体感で研究を通じてと、それは非常に大きな財産だと思ってます。まあそれ多分おそらくね研究テーマにされたということは誰もそういうことをされてなかった。そういう意味ではサントリーのやってみなはれというかなんかそういうやっぱ精神がやっぱそこにもきちっと生きてて、なんかそういう意味では今お伺いしてるとなんかまあある意味小清水さんがもうその時点からなるべくしてなんかやっぱりブレンダーになってられたそこにこう目をつけられたというかね、興味をこう抱かれて、本当にでもそういうもんってこうある種そのブレンダーとしてはなんかこう勘とかなんかそういうふうに言われますけども、そこでやっぱりデータというかきちっとしたエビデンスがあるっていうことはやっぱりすごい強みになってますよね、それはね。そう思いますね。でそれを今度はまあブレンダーとしてっていうか、今度は現場の数多くの樽に接しながら、自分がこう研究所でやってきたことっていうのが今度は実際のデータと現実でもってそれがこう頭の中になんとなく意識してることが正しいのか正しいのか、いやちょっと間違ってたなってなことも含めて、それがこう体系だっていうか整理されていくと、助かりましたね。